今回のテーマは膝抜きによる、重心の移動です。膝抜きというのはこの膝、これをこう抜くというか曲げるんですね。曲げることによって重心が動いていく。でその時に必要なことは軸足立ちにならないということですね。軸足を作ってしまって膝を抜いても重心はもう軸足側にあるので何も起きませんが、例えばこちらを軸足にしてその軸足側の膝を抜くと体っていうのは落下していく。使い方によって横方向、前方向、落下という使い方ができますので、例えば、右膝を私から見て右側の右膝を抜いてこちらに移動する場合は重心はね、この場合真ん中で、初心者というか初めて行う人はやっぱりこっちにこう膝を抜いた時にこっちに行きやすくなるので、最初からちょっとこっちに少し右側にずらしておくんですね。それで膝を抜くとずっとこういう移動が、できると思いますので、あまり大きくやらないことね。大きくやると重心、頭もこちらにスッといきますから何も起きませんので、結果その軸足に乗った足で蹴り出していくっていうトントンというこういう時間が手続きがかかってしまうんですよね。でそれを省かないといけませんので、自分の自重をそのまま移動に使う。そのためには自重がかかっている方の足、その膝から下を抜いてあげるということになります。ではこの場合はスッと移動できる。反対もそうで、反対の場合はこちらでスッとなります。でこれは床を蹴らない動きとも言えるかもしれませんが、実際には意図的ではないにしても多少床を蹴ってます。それはこちらの足の裏によく意識を向けておきますと、こうした瞬間に意図的ではないんですが若干やっぱりグッと圧がかかりますので、圧がかかるということは意図的ではないにしろ床を蹴っていることになりますのでね、おそらくそれが全く蹴らない状態だと移動はできないと思いますね。スッとなった状態でねいけませんので、ただ意図的に床を蹴る動きと、必然的に必要最低限な部分だけ床を蹴っていく動きというのはもう質的にだいぶ違うものがあると思いますので、意図的に床を蹴るというのはやはりその筋肉がこちら側に力を使う時間というか動作がありますのでね、それをこちらに移動しながらこちらに体もいってるとこう左右にねバッとこうなってしまう時間があるので、それを極力減らさないと重心の移動っていうのは、速やかに行いがたいものになると思いますので、そこをよく、意図的に軸足というか後ろ側反対側の足で床を蹴って移動するんではなくて、ここの膝の力でこう抜いて速やかにこの足は同じ歩幅となるように回収する。同じ歩幅ですね。これがこうなったりあとはこうなったりしないように、そこが膝抜きの後の稽古のポイントでしょうね。腰を落としてね抜いて同じ状態になる。同じ状態になるね。でこれが左右で、これを前に行う場合は今度は足をどちらかを前後にして膝を抜きます。でその時にこうやってやるとリスクがある。袴を引っ掛けたりね、ここを引っ掛けたりしてリスクがありますので、ちょっとこちらに抜きます。この場合はこちらに抜いて前に移動すると。反対もそう。ここでこれで移動すると。ですから斜めに移動する時なんかは、使いやすいですね。膝頭をこっちに向けてスッと剣でも構えて、それでこうスッと移動すると。これは膝抜きの移動。あとはこう落下の場合の膝抜き。落下の場合の膝抜きはその状態でポンと腰を落とします。これは両膝を抜いて太ももを持ち上げるようにして体を急激に沈ませると。ですからもうすでに下方向の力っていうのは重力によってかかってるんですよね。すでにもう押し付けてる力をかけてる。それはもう
皆さんそうですけど、その力を利用する。だからつっかい棒である足の裏、押し付けられてる足の裏を抜いてあげることで落ちていく。それがこの膝抜きのこの落下になりますので、そうですね、速やかに体を落としたり何かを低くなるときにこれを使ってあげるといいでしょうね。例えば後ろからドンと押し飛ばされたときに、その膝抜きが経験がないとおそらくこういう感じになると思うんですが、膝抜きがあると例えばドンと後ろから突き飛ばされたときにこういう止まり方ができると思うんですよね。それは稽古で実感として身につけておかないととっさの時に体がどちらを選ぶか、未経験のものは体はやってくれませんので、そうしたことを経験しておくことがよろしいかと思います。でその膝抜きにおけるももの引き上げの力を養うためには、私これDVD なんかでも解説させていただいたんですが、鍛錬稽古、脚部鍛錬稽古というのをやっております。これは講習なんかでもクラスによっては毎回行ってるんですが、例えば左右交互に引き上げる場合は、腰を落としますよね。でこうスッと開いて、適度なテンションをかけて、それでこう頭が左右に触れないように歩くと。だから軸足にならない。なるべく真ん中に頭を維持させて、ももを持ち上げるようにして歩くと。スッ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 と。これは片足ずつ。ですからこの膝抜きに応用、これが使えるわけですね。でもう一つは落下の場合のこの落ちる場合、それは両ももを同時に持ち上げていきますので、手の具合はこの場合は少し前に出した方が整います。それでこのように頭が上に上がらないように進んでいくと。それでももの引き上げ操作、膝を抜いた時の重心操作を会得していくということになります。はい、今回はそうですね、膝抜きにおける重心移動、前後左右、後ろはありませんが、前方と左右と斜めと、あとは落下というところですね。はい、今回は以上で、実技指導としたいとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。